どうも、よしです。はい、どうもロビンでございます。今日は新宿に来てまして、はい、ちょっとこれからですね、はい、森田さんと久しぶりに再会するというか、森田さんに動画に出ていただくっていう回なんですけれども、クルーザーの乗り方の基本みたいなものを教えてもらいます。ああ、いいんじゃないですか。はい、はい、ということで今日はですね、森田さんとあとペニースケートボードジャパンの藤倉さんに来ていただいて、ちょっとこれから撮影します。お願いします。よろしくお願いします。いろんなボードがあるんですけど、まあちょっと全部は使わないんですけどね。知ってました？これちゃんと専用のグリップテープがあるんですよね。これペニーのね、これ知らなかったですね。うん、初めて見た。これだともうちょっとトリックしやすいかもしれないですね。グリップ効くってことだよね。後日また動画で別撮りしますけど、32インチのね、ストリートで。僕の方の動画ですね。あ、そうか。はい、僕の方の動画で、まあ一回ね紹介して、でまたさらに後日なんかまあ僕らでね、どれだけトリックできるかみたいなやってみたいと思います。サイズの大きい小さいとプラスチック製かウッド製かの違い。スピード出してかっ飛ばしたい時はでかいの乗るんじゃない？ウィールがでかいやつがやっぱ出るよね。ウィールが大きい方がスピード出るの。デッキの長さとかっていうのはどういう風に関係してくる？なんかやっぱ乗り心地っていうか安定感だから、やっぱりすごいスピードが出ちゃうものが、なんて言うんだろう、器が小さかったらさ、やっぱそれは危ないわけじゃん。適度なスピードっていうのがあって、やっぱ大きくなるとやっぱその分その耐えれるスピードも大きくなっていくし、ただその自分が15キロ圏内でスケボーしたい、15キロっていう圏内とか15キロのスピードで最高でも10キロぐらいがいいとか思ってる人だったらさ、板のサイズは小さくてもよかったりとか、30キロぐらいで滑りたいっていう人がいたらやっぱりもうちょっと大きい方が良かったり。自分のスケボーはウィールはでかいくせに板ちっちゃいじゃない。これ自分に対するなんつうの教えっていうかさ、めちゃくちゃ出ちゃうんだけど抑えなさいよっていう。これやっぱすっごいスピードになるとやっぱ器小さい分ちょっとこう不安定になるの。やっぱ怖い思いもするんだ。だけど以前もっとでっかい板乗ってて、このまま行ったらなんか死んじゃいそうだなとか思って、それであとやっぱ体も壊したのね。それで今はちっちゃくして、これはこれでちっちゃいからバッグに入るとか、なんか旅行行った先でちょっと持ってくとかは実際ペニーは何回もしてるね。これ俺の板だけどテープ貼ってちゃんとずっとこうやって持ってると握力すごいいるのね。疲れちゃうんだ。だから穴開けることで握力使わないで持てるじゃん。短いからテールが地面につかないから重みが全部体に来ちゃうわけだから、それがあんまり嫌だから、これ便利だよね。本当荷物多い時とかさ、その旅行行った時とか仕事とか別の仕事とかの時にあんまでかいスケボーとか世間体で見せれない時もあるじゃないそういう時にちっちゃいバッグにそっと入るぐらいペニーほんと入っちゃうから。これクルーザースタンスって言うんだと思うんだけど、自分ではそう呼んでんだけど、スケボーに対してトラックとトラックの間に乗るのね。板の太さによってこの角度は少し変わっていく。足の親指とかかとでコントロールする。そこに結構そのスケボー神経を集中するっていうか、いわゆる今普通のスケボーのオーリーやってる方、ストリートの板、あれはテールピボットなのよ。これがテールピボットね。このスタンスでクルーザングやってるとトラックに無駄が生じるのよ。そうすると一番いい動きができない。真ん中に乗ることによってトラックの可動範囲とその可動スピードみたいなのを最大限拾えるのがこの乗り方なの。だから真ん中に乗って安定する、スピードが出した時に安定するのこっちの方が。後ろこんなテールがキックされててすっごいスピードが出てる時に、これでちょっとした風の抵抗でうってなった時にこれ浮くでしょ。こうなるよね。そう。これだったら絶対ならないでしょ。そういう理由もあるよね。細い板だから決して横に乗らないで、基本は真ん中、クルーザースタンス真ん中に乗って、でテールピボットはあくまでちょっとした小さい場所を動く時のターン、キックターンぐらい。弾く概念がない時代のスタンスだからさ、オーリーっていう概念がない時代のね、その乗り方、僕らの先輩たちがやってたようなスケボー。プッシュって多分みんな簡単だとか思ってトリックじゃないとも思ってるだろうし、でもやっぱ物事って突き詰めればやっぱすごく奥が深くて、でそのできたっていうのもね、よくオーリーができたっていう人いるかもしれないけど、俺はオーリーできたって自分で思ってねっていうか、まあ俺はオーリーできてるとは思わないんだよ。プッシュっていうのもやっぱ奥が深い。パンピングのコツはね、なんちゅうんだろうな、リズムでそのつま先押しかかと押し、つま先押しかかと押しっていう風に交互に体重をこう
落とすんだけど、なんて言うんだろう、その時にこうすくい上げる感じね、こう足でこういう全ての関節上手に使うイメージなのね。全部の体のその関節を上手にこう拾い上げるっていうか、全部バランスよく、それでこっちに一回逃がした力をこっちでもう一回かぶせて、だから加速していくっていうイメージ。わかる？難しいよね。坂登ってみようか。うん。つかめない人はやっぱりどっかで神経伝達が遅いんだよね、多分。だ俺もそんなすごくないよ。俺よりすごい人いっぱいいるから。だけどそれをだから日々その伝達を早めるために日々やってるみたいな感じがある。でやればやるほどしなやかになっていくし、やればやるほどかっこよくなっていくと思うのがクルージングかな。ちょっと僕が実際にパンピングしてみますんで、ちょっと森田さんに見てもらって。うん、全然できてるけど、ちょっと頭が動く、だから軸がぶれやすいよね。スピードがどんどん出てきちゃうと、それだと結構危険だから、もう少し芯をここの脳みそのてっぺんから下まで軸が1本ズサッと走ってる、ここの中でどう動かすかみたいなのを意識してやればいいと思う。あと思ったのは、よし君のスタンスはちょっと横目だね。この板に対してもうちょっと縦目に乗って乗る面積高めた方がいいかな。親指のこの関節あるでしょ、あれで板をこう掴む感じ。そうそう、少し出すの。うん、そう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 。全然意識したから全然良くなってる。軸はまだ動いてるけど、意識したから膝もちゃんと揃ってるし、綺麗なフォームに見えるよ。スケートボードによってメインのスタンスというかベストのスタンスっていうのは絶対にあるから、スタンスの作り方は板の大きさとか形が変わったら絶対に変わるから、少しはスタンスは一つじゃないと思っていた方がいいかもしれない。僕もやらせていただきます。はい、お願いします。予想以上にちっちゃい。本当ですか？あ、わかりました。ごめんなさい。そうだね、俺でもちょっとちっちゃいって思うもん。絵みたいだ。絵だよ。よかった。お褒めの言葉をいただきました。ちょっとこっちの方がさ大きいじゃん。だからまあちょっとロビンにはちょっとこっちの方がいいかもね。もう一回トライします。ちょっと大きめのやつで。はい。極力、はい、頭が揺れないように。そうだね。一生懸命軸を守った感じが。そう。あと綱渡りをしてるようなこの手のバランスの感じとか、その今ので合ってるんだけど、はい、手も絶対使った方がいいのね。もうちょっと軸通されて今串刺し状態で、全く焼き鳥みたいに動かなくなっちゃってんのね。で軸は通ってんだけど、要は上下運動するぐらいだったらこういうなるべくここは動かさないけど膝はこう動かしてるっていうか、左右じゃなくて
上下やね。上下。うん、パンプだから押す感じなの。そう、パンプなのよ。上下でひねりを入れていくのよ。だから体重あるから絶対にスピード出るのよ。クルーザーって体重ある人の方がスピード出るから、そうなんだ。この体を上手に使うとスピードが生まれる。なるほどですね。トップスピード速い。速い速い、トップスピード速い。マリオカートのクッパとドンキーコングは一番速いです。ああ、そうだよ、そうだよ、そういうこと。スタートは遅いけど。そう重いからもうちょっと膝をパンプして押してあげて、こう潰すんだよな。板を潰してんの分かる？下にもうちょっとこう踏みつけてんのよ。屈伸運動。うん。そこに屈伸運動を混ぜて、わかんねえな。自分であんま見たことないからあれだけど。でも多分膝使ってんだよな。膝。押してる。潰してるって。トントントン。いやーでも全然なんか違いましたね。やってみると。なんか見てるのと、見てたらなんかできるかなと思ったら、やったらちょっとこれ練習ちょっと必要ですね。焼き鳥の部分はなんか分かったんですけどね、まあいつも食べてるんで、なんとなく焼き鳥、昨日鳥貴族行ってきたんで、なんとなくそれは分かった。それは俺も見て分かった。分かりました。ちゃんと生きてないと。生きてないと。ちゃんとこう焼き鳥で串刺しでもわーって動いてないと。はい、ということで今日はちょっと森田さんにクルーザーの乗り方を教えてもらいました。ありがとうございました。本当に。藤倉さんもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。じゃあ今回の動画は以上になります。いつもご視聴ありがとうございます。では次回の動画でまたお会いしましょう。